聞き耳ずきん。昔、山奥に一人で住んでいるおじいさんがいました。ある日、おじいさんは仕事から帰る途中で、足が悪い狐を見つけました。狐は木の実を取りたいですが、足が上手に動きませんから、取ることができません。おじいさんはかわいそうに思って、その木の実を取って、狐に渡してあげました。狐はとても喜んで、いつまでもおじいさんを見送っていました。それからしばらくして、おじいさんはまたその狐に会いました。狐は古くて汚い布をくわえていました。そしてそれをおじいさんに渡しました。よく見ると古い頭巾でした。あの木の実のお礼ですか？ありがとう。おじいさんは頭巾をもらって家へ帰りました。次の日、おじいさんがその頭巾をかぶると、不思議な声が聞こえました。おはよう。おはよう。ご飯食べた？もう食べたよ。あっちにおいしい餌があったね。どこどこ？私も行く。じゃあ、ついてきて。おじいさんはあたりを見回しましたが、誰もいません。今年は秋になっても暑くてかなわないわね。雨が降ったら涼しくなるのに、今年は全然降らないでしょ？なかなか涼しくならないね。ちょっと川で水浴びでもしようよ。そうね。川へ行きます。この頭巾か？狐がくれた頭巾は、かぶると鳥や動物の声が聞こえる魔法の頭巾でした。おじいさんは楽しくなりました。毎朝早くから山を歩いて、鳥や動物の声を聞きました。そろそろ冬の食べ物を集めなければならない。僕頑張るよ、お父さん。私はもう年をとって歌が下手になりました。そんなことありませんよ。まだまだ上手ですよ。ある日、庭のカラスが木の上で話していました。おじいさんは頭巾をかぶってカラスの話を聞きました。長者さんの娘が病気になってからもう2ヶ月です。なかなか治りませんね。そりゃ治りませんよ。あれは松の木さんのたたりです。フクロウが言っていましたよ。木は昼は話しませんが、夜になったら話しますからね。松の木さんはどうしてたたっているんですか？それは知りませんよ。長者さんの庭の松の木さんに直接聞いたらいい。おじいさんはびっくりしました。それで次の日、長者さんのところへ行って言いました。娘さんの病気を治すことができるかもしれません。長者様、庭に松の木がありますか？長者さんは本当に困っていましたから、おじいさんをすぐ庭に案内しました。庭には新しい蔵があって、その近くに古い松の木がありました。松の木は弱って半分枯れていました。長者様、一晩この蔵に泊まってもいいですか？もちろんだよ。
娘が元気になる方法を早く見つけてください。長者さんに許可をもらって、おじいさんは蔵に入りました。そして夜を待ちました。夜中になりました。外から泣き声が聞こえました。松の木が泣いています。松の隣の柳の木が言いました。松さん、そんなに毎晩毎晩泣かないでください。柳さん、でも私は我慢できません。あの長者は私の腰の上に蔵を建てたんですよ。こうして2ヶ月も娘にたたっているのに、誰も気がつかない。このままでは、もうすぐ私は腰から腐って死にます。ああ、松さん、かわいそうに。柳の木が松の木を慰めていました。おじいさんは蔵の中で、なるほどと思いました。それで次の朝、長者さんに言いました。庭の蔵を動かしてください。あの古い松の木が苦しんでいます。娘さんの病気は松の木のたたりです。あの松の木を助けたら、娘さんも元気になります。長者さんはすぐに職人を呼んで蔵を動かしました。すると、娘さんはすぐ元気になって、松の木もだんだん元気になりました。ああ、よかった。おじいさん、ありがとう。ありがとう。長者さんは喜んで、おじいさんにたくさんお金をあげました。ありがとうございます。でも、これは私だけの手柄じゃありません。この不思議な頭巾をくれた狐のおかげです。お礼をしなければなりませんね。おじいさんは、狐が好きな食べ物をたくさん買って山へ帰りました。